bon bon Japanese sweets. My name is Ai, Japanese pastry chef from Tokyo, currently based in Sweden. Today, I'm going to show you guys how to make あんパン。今日のレシピは私がスウェーデンで出版した日本のお菓子の本にも掲載されています。菓子パンの定番中の定番、あんパンを作ります。スウェーデンにも甘いシナモンロールのようなパンのお菓子がありますが、どちらかというとお菓子のような扱いをされている印象を持ってます。でも日本だとあんパンは主にパン屋さんで作ってますね。あとはスーパーとかコンビニでも買うことができます。手ごねで挑戦したいと思います。今日は自家製の粒あんを使いますが、作り方は他の動画で紹介していますので、ぜひご覧になってください。市販のあんこが手に入る場合はそちらを使っていただいても結構です。強力粉を今日は使います。スウェーデンだとビエテミオールスペシャルという粉を使っています。本の中で紹介しているのは生イーストです。今ですね、自粛中でお家でパンを作る方が多いので、イーストを見つけることがとても困難になってます。なので今日はドライイーストを使って生地を作っていきます。まずボウルにですね、液体を混ぜましょう。40度ぐらいに温めた牛乳とお水ですね。イーストが、ドライになっているので、その分少しお水が多くなっています。ドライイースト、卵ですね。お砂糖を半分ぐらい軽く混ぜてあげてください。そしたら今度もう一つのボウルの方に強力粉、お塩混ぜてあげたところに先ほどの液体とお砂糖入れ忘れた。お砂糖を入れます。混ぜます。バターだけまだ入ってない状態です。それ以外の材料は全部一つのボウルに入ってます。だいたいひとまとまりになったので台の上に出します。今日は手でこねていくんですけど、だいたい15分から20分ぐらいこねます。ホームベーカリーとかスタンドミキサーですねがあるときはそれでこねていただいてももちろん結構です。今日はね、生地の状態が分かりやすいということで菓子パンの動画は初めて作るので手でこねることに挑戦します。ただね、結構力いりますよ。疲れるんで覚悟してください。私も息が切れちゃうから頑張ります。だんだん無口になっちゃうかも。で、最初のうちすごいこんなね、ベタベタして手にくっつくので、パン作り慣れてないと、あれなんか水分多すぎてこんな少ないんじゃないかなとか心配になるかと思うんですが、大丈夫です。生地の中のね、グルテンが出来上がってくると、グルテンの膜がですね、水分を包み込んでベタつきがなくなってきます。なので一番最初の段階でベタベタするからといっていきなり手粉を使わないでください。少なくともね、最初の5分ぐらいの間は頑張ってこねましょう。ただ粉の種類によって水分が入る吸水率も変わるんですね。なので粉の種類によっては水分量がレシピ通りにいかない場合もあります。5分ぐらいこねてあまりにもベタベタしてて収集がつかないなっていう場合には大さじ1の粉を加えて調節してあげましょう。で、バターはね、まだ入れませんよ。最後に入れるんで取っといてください。逆に生地がなんか硬すぎる、この小麦粉はすごく水をたくさん吸収するぞっていう時は大さじ1ぐらいのお水を足してあげてください。私はなんかこれちょっと硬いかもしれない。で、最初のうちこんな風にベタベタ台にもくっついちゃうので、そういう場合はこのカードを使って広がっちゃった生地を集めながらですね、いきます。で、手のひらのここですね、ここを使って生地をグッと全体重を使ってグーッと前に伸ばしてあげて戻してあげる。最初ね、ベタベタだったけどまとまってきてます。よいしょ。もうだいたいまとまってきたんで、叩きつける他の動作も入れていきましょう。パンを掴んでね。
台がすごく揺れるので、割れ物とか、ね、携帯のカメラとか置いとくと倒れちゃうので気をつけてください。この叩きつける動作すごい乱暴に見えますけど、グルテンの膜を鍛えてあげてます。トレーニングです。トレーニング。暑い。ストレス発散になりますよ、パン。なんかむしゃくしゃすることがあったらパンをこねてストレス発散してみてはいかがでしょうか。よいしょ。いい運動にもなります。叩きつける動作とこねる動作を交互にね組み合わせて生地を強くしていきます。間違ってね床に落としちゃう人がいるんですよ。床に落とさないように気をつけてください。テーブルの上に、そうです。そしたらバターを入れていきます。室温に戻して柔らかくしてあります。なんでバターを後で入れるかっていうと、バターのね油分がグルテンの膜がね形成されるのを阻害するんですよ。なので最初の段階でバターを入れてしまうと、グルテンがねなかなかできないんですね。なので最初のうちにあらかたこねてグルテンをね作ってからバターを入れるんです。バターを入れるとこんな風にこれバターが一生混ざんないんじゃないかみたいな不安に思うかもしれないけど大丈夫です。こねていくうちにある時点で急に生地に入ってきますからね、気にせず混ぜてください。こねる時間がだいたい15分から20分って言ったんですけど、休みもちろんこねてたら全然グルテンできないし、しっかりこねてたら早くこね上がるし、こね方によってかなりね違うんで、時間じゃなくて生地のね様子で判断した方がいいです。ちょっとこうバターが馴染んできたの分かりますか？カードで集めて、私息が切れててすみません。汗かいてきた。いい感じだね。パンの生地ってすごいしっとり肌に吸い付くような感じで、赤ちゃんの肌みたいなんですよね。そういう意味でも癒しです。ただ手ごねは疲れる。ほら、おしゃべりしてるうちに生地がこんなにまとまりましたよ。もうすっかりバターが取り込まれてます。バターが入ることによって生地のね伸展性が上がります。よく伸びるってこと。見てみよう。だんだんねこうつながって膜ができるようになってるんだけど、まだちょっと切れちゃうから、もうちょっとこねましょう。あとちょっと。トータルで15分こねた生地で端っこを広げて膜を作ります。破れなくて薄い膜で、反対側のね指がうっすら見えるぐらい、このぐらいまでのグルテンの膜ができていたらこね上がりです。1回目の発酵を取ります。粉が入ってたボウルですね。ちょっとこう植物油を垂らしてあげて、キッチンペーパーでね塗ります。生地を取り出しやすいんですね。折りたたんで表面がピーンと張ってる状態、綺麗な面で全体を包んでるんですね。裏返すとこんな感じなんだけど、ギュッてこうつまんであげて、綺麗な張ってる状態でボウルの中にます。乾燥しないようにラップをしておきます。暖かいところに置いて 1.5 倍から2倍ぐらいの大きさになるまで一次発酵します。発酵させる温度によって時間が変わります。なので何分発酵させましょうっていうふうには一概に言えないんですけど、様子を見て判断するっていうのが一番よくて、オーブンの発酵モードがもしあればそれを使っていただいても結構ですし、日の当たるところに置いておいてもいいです。今日はね簡単なやり方を教えます。同じねサイズのボウルにだいたい40度ぐらいかな、ぬるま湯が入ってます。こねた生地をのせます。これで発酵を今日は取っていきます。あんこをね計量して準備しておきましょう。1個ね 45g 入りますよ。手で
丸めて、手作りでも市販でもいいんですけど、水分量が多すぎて緩すぎるっていう場合は丸められないですよね。その場合は電子レンジにかけてあげると簡単に水分を飛ばすことができます。逆に水分がねなさすぎるとパサパサしちゃって口当たりがね悪いモソモソしたあんパンになっちゃうので、ちょうど丸められるぐらいの水分量がいいです。次に詰めすぎのあんこの場合だったらちょっとお水と一緒に炊き直してあげるといいですね。自家製あんこのねあんパン美味しいですよ。早く食べたいな。ツヤ出しのために卵を塗るんですけど、それを作ります。生地の中に入れた卵がですね 30g で約半分強ぐらいなので、その残りですね小さじ1のミルクが入ります。よく混ぜてあげて、これをね裏ごしてあげると綺麗に塗れますよ。裏ごしてあげてください。これを後でハケで塗りますからね。それからねトッピングとしてケシの実なかったらごまでもいいですよ、ね、55分ぐらい経ちました。結構膨らんでますね。フィンガーテストといって、指に粉をつけてグッと押してみます。穴がね縮んでた。これはもうちょっと発酵に時間がかかるってことです。もう少し置いておきます。70分ぐらい経ちましたので、だいたい2倍ぐらいになってますね。で穴もさっきみたいに縮まってないですね。発酵完了です。分割していきます。1個あたり約 50g に分割します。こんな風にね生地をみよみよんと伸ばしてあげて、端っこからカットして重さを測りますよ。あ、ぴったり。慣れてくるとだいたいね 50g がどのぐらいなのかっていうのが一発で測れるようになるんです。だけどなかなかね最初からぴったり 50g にするのは難しいと思いますが、なるべくあまりね生地を細切れにしないように少ない回数で分割してあげられるとベストです。なんでかっていうとね、生地をカットして細切れにしてしまえばしてしまうほど生地っていうのはね傷んでしまうんです。叩きつけるような荒っぽい扱いをしましたけど、パンの生地ってとっても繊細なので優しく取り扱ってください。間違ってもこう引っ張ってちぎったりとか絶対しないでください。12等分できました。生地を丸めていきます。つるんとした綺麗な面で切り口を包み込むように折りたたんで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 ギュッとつまみます。表面はつるんとしていてピンと張っている感じですね。卵を持つような形にしてあげて、台の上でこうやって転がして、そうするとね自然に丸くなります。で下のところをギュッと、はい、みんな丸まりましたよ。でこのまますぐに進まないでベンチタイムというお休み時間を10分から15分ぐらいかな取ります。乾燥しないように固く絞った濡れ布巾をかけておきます。成形していきます。ベタつくようであれば少しだけ手粉を使ってあげて、ベンチタイムの間にこの生地の中にこういう空気が溜まっていたら潰して抜いてあげてください。この綺麗なツルツルした面が外側に来るようにしてひっくり返して真ん中にあんこを置きます。端っこを真ん中に持ってきてギュッ包みます。軽く手のひらの中で丸めて形を整えてあげたら少し潰します。間隔を取って並べます。1.5 倍から2倍ぐらいのサイズになるまで二次発酵させます。オーブンの低温のモードを利用します。発酵モードみたいなのがついてればそれが一番いいんですけど、スウェーデンのオーブンどういうわけなのか、50以下のメモリがないのでだいたい50より下げたぐらいにして温度計を中に入れて温度があんまり上がりすぎないように気をつけながら発酵させていきます。表面がね乾燥してしまうといけないので霧吹きをして湿度をね保ってあげてください。いってらっしゃい。
時々ね開けて霧吹きをしてあげてください。35度ぐらいから40度ぐらいの間が理想かな。はい、だいたいね 1.5 倍から2倍ぐらいのサイズになりました。取り出して、その間にオーブンは予熱をします。ツヤ出し用の卵を上に塗っていきます。一気に一つに塗ろうとするとたっぷりハケにね液がついちゃってだれちゃうんですね。一旦こうハケに含ませたらちょんちょんちょんってハケに含んだ液体を分けるような感じでちょんちょんちょんですね。で分けたのをこう綺麗に塗ってあげるとだれることもなく綺麗に塗ることができます。消し豆ですね。こちらを真ん中にパラパラっと。予熱に時間がかかるのでオーブンでもし二次発酵を取る場合はその分の時間も考慮して発酵が出来上がる少し早めにオーブンから出してあげて最後の仕上げをしている間に余熱が完了するっていうのが理想ですね。焼いていきます。スウェーデンの最近のオーブンはですねコンベクション式のオーブンが一般的になっているので今日は190度の余熱で 7,8 分ぐらい焼いていきます。ただねオーブンによっては癖がありますしムラがあったりするので途中で出してひっくり返したりご家庭のオーブンの特徴をつかんで焼いていきます。コンベクションモードがないオーブンの場合は上下火で10度ぐらいちょっと高くなるので200度で予熱して、7,8 分ぐらいですかね。ご家庭のオーブンに合わせて焼き時間などは調節してください。途中でね向きをひっくり返したりとかしながらあんパンが焼けました。どうしてもねオーブンの位置によってこう強く色がついちゃったりとかまだもうちょっと焼きが甘いなみたいなものがあったら追加で焼いたりして調節してください。というわけで美味しいあんパンが出来上がりました。早速食べてみたいと思います。いただきます。パンがねしっとりふわふわであんこの水分の量もちょうどいいし最高です。菓子パンの王様です。最後までご視聴ありがとうございます。この番組では他にも海外の材料を使って作ることができる日本の美味しいお菓子をご紹介してまいります。ぜひチャンネル登録やいいねボタン、コメントでリクエストがありましたらお知らせください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。 See you next video! バイバイ。コーヒーにも合います。もう一個食べちゃおうかな。やっぱあんパンって美味しいですよね。